こんにちは、みえこです。今日はね、この2つの小さなカバン、ポーチ、どっちかな、これ作りましたので、皆様にご紹介しますね。2つセットで作るととっても可愛いですよ。では始まりです。まずはね、この赤い花模様の布と白にストライプの線がある布に合わせて布4つ選びます。ね、これ切るんですよ。で、これ全部切ったらパターンを作りますよ。小さいのと大きいの2種類ですよ。で、このセットでまずは縫います。縫い代は7ミリですよ。4つ作ります。で、使った布はこの赤と白ね、順番にセットお見せしますね。ブルーの模様にはこれ合わせて、赤と白の配色にはこのように合わせましたよ。次、緑と文字の布ね。次はさくらんぼとストライプの布です。次はブルーとストライプの布ですよ。これはね、ピンクのドット、それから緑に黒い線の入った布、最後にちょっと渋い配色にしましたよ。で、これ全部塗って2つのポーチを作ります。4つずつ配色で合わせてもいいですが、これバラバラに合わせると複雑に見えます。で、これ12枚ずつセットにします。並べるのはどのように並べてもいいんですよ。で、針で留めてこれを縫います。これも7ミリで縫ってくださいね。
針で留めたまま順番に縫いますよ。2つはこれ縫って大きいファスナーポーチにします。次は接着できるキルト綿にこれね合わせてプレスして接着キルト綿をつけます。その後これ裏布になってますけど、これは見えなくなる布ですよ。オレンジ色の布は表には出ません。でこの後ミシンでステッチします。好きな模様で中心から縫い始めてくださいね。でこれ2つ作りましたよ。小さいのと大きいのね。で布の端をきれいにして仕上げに入ります。トップと同じ大きさに切りますよ。次にコーナーをきれいにカットします。これね、大きいのも小さいのも同じ型紙を使ってコーナー切りましたよ。次ね、小さいものから作ります。これ裏布ですよ。トップと同じ大きさに切ります。でポケットも用意します。ポケットはご自由に大きさ調整してくださいね。返し口を開けてポケット縫いますが、ポケットたくさんつけるとソーイングケースになったり化粧ポーチになったりするので使いやすいですよ。そしたらこれね、持ち手の紐を作ります。布の端にキルト綿を接着して持ち手の紐にしますよ。市販のものを使っても良さそうですよ。
でこれを中心付近に針で留めます。そしたら裏布を重ねてミシンで縫います。コーナーにカットを入れて表に返しますよ。そしてこれね、返し口の穴は手縫いで閉じています。ミシンで縫っても大丈夫ですよ。次はファスナーつけます。これフリースタイルのファスナーです。これね、表から金具が見えるように針で留めます。これね、半分に折ってコーナーきれいにできたか見てくださいね。それから中心から2センチ離れたところからファスナー縫ってくださいね。縫い終わりも2センチ前で縫い止めてくださいね。で、ここにジッパーを入れます。次はこのファスナーの端を布で隠します。手縫いで縫いましたが、ミシンで縫っても大丈夫ですよ。今度は大きいのを作ります。持ち手の紐は30センチね。ここ重ねて周囲を縫います。作り方は同じですよ。で、表に返してね、この返し口手縫いで閉じましたよ。次にファスナーつけます。ファスナーはセンターから2センチ離れたところから縫ってくださいね。で、半分ずつ縫います。次ね、残り半分縫いますよ。
そしたらジッパー入れます。ここね、ファスナーは7センチぐらい大きく切るといいですよ。で両サイドからファスナーを入れます。そしたらこのねファスナーの端を布できれいに隠します。先ほど使った布と同じ大きさですよ。5センチ ×5 センチね。はい、できました。物を入れるとちょっと膨らんで可愛らしいカバンになりますよ。とても簡単にできるので2個セットで作ってくださいね。はい、作品完成したので今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。